今日からあんたは他人。ゴミババア連れて出て行け。勝ち誇ったような顔で私を指さしながら糾弾する義妹。正直私は家族のピンチに一切何もしない彼女を家族と思ったことなんてほとんどない。確かに他人だ。だから、かわいそうに家族のみんなは知っていたのに、あなただけ知らなかったのね。私がちゃんとすべてを教えてあげる。私の名前は和江。先日、テレビのリモコンがないなぁ、と思って探していたら、なぜか冷蔵庫に冷やしていた60歳だ。手に持ったままお茶を取りに行き、何を思ったか、そのまま冷蔵庫に入れてしまったらしい。ちなみに以前、携帯電話も冷やしてしまったことがある。持ち物が冷えるくらい大したことではない。でも、誰かに対して常に冷たい気持ちを持ってしまうというのは自分も辛いし、人間関係も悪くなるので厄介だ。私にもそんな経験がある。私の場合、義妹の千恵里との関係がまさにそれだった。私が40歳になったばかりの頃だ。義母は自分の夫を亡くしてから一人暮らしをしていたのだが、最近になって足が悪くなってしまった。一人では買い物はおろか、自宅の階段も登れず、風呂やトイレにも介助が必要らしい。いわゆる介護が必要な状況になってしまった。夫たっての希望で私たちが義実家で義母の世話をしながら同居することが決まったのだが、ここからだ。私の受難が始まったのは。はじめは穏やかな日が続いた。義母も優しくて、田舎の郷土料理のレシピやレース編みの仕方を教えてくれたりして、とても楽しい日々を送っていた。介護といっても、私が行うのは本当にお風呂やトイレに移動するときと、着替えなどのサポート程度だから、寝たきりの人を介護するような苦労もない。休日は夫も手伝ってくれるし、ただ家族が増えただけと言っても過言ではない生活だった。ところが、東京で働いていた義妹の千恵里が失恋して実家に出戻ってきた。千恵里とは10歳ほど年が離れており、当時千恵里は30代。同じ会社の男に片思いをして振られたというが、どうも話を聞く限り、相手は既婚者のようだ。絶対に詳しいことは私たちに話そうとしなかったが、時折彼女が電話している内容を漏れ聞く限りでは、千恵里がストーカーまがいのことをして会社で問題になったらしい。もともと千恵里はやや思い込みの激しい性格をしている。例えば、千恵里ちゃんの腕時計センスいいわね、似合ってる、なんて素直な気持ちで褒めても、どうせ私にブランド時計は不釣り合いだって言いたいんでしょ、などと返ってくるタイプだ。近所の人とすれ違っても、あいつ私のこと嫌いなんだわ、睨んだもの、とか言うし、正直社内でも浮いてたんじゃないかなと思う。あとは容易に想像がついた。実際、千恵里は新卒から2度ほど転職しており、失恋で辞めた会社は長く続いた方だった。まあ、恋のパワーのおかげだろうけど。そんな千恵里が義実家に戻ってきて、私たちの生活は一変した。まず千恵里はトイレと風呂以外に部屋から出てくることはなかった。本人曰く、もう二度と国に貢献したくないから働かない、と謎の意志の強さで今後も無職であることを決め込んでいるようだ。これには義母も頭を抱えたが、誰もが失恋でショックを受けているからそう言ってるだけで、いずれまた外に働きに出るだろうと思っていた。
最初は私も、まあ同居人が一人増えたくらい大したことないか。どうせ本人は部屋にこもりきりだし、なんて楽観視していたのだが、自分がいかに浅はかだったのか思い知ったのは、とある夜のことだった。ちえりはてこでも私たちと一緒に食卓の席に着こうとしないので、仕方なく私か夫が彼女の部屋の前に食事を持っていくようにしている。食べ終えた後は器を部屋の前に出し、またそれを私たちで回収するという流れなのだが、その夜、ちえりが食べ終わった後の食器の上に味が薄くてまずい、もっと洋食とか作ってよ、と書かれたメモ紙が置いてあった。当時、高血圧の夫と義母のために食事はほとんど薄味だった。確かに若い人の口には合わないかもしれないが、人に作らせておいて偉そうに不満だけ述べるのはどうなのだろう。毎日毎日部屋でゲームをしているだけなのだから食事くらい作ればいいじゃないか。ちえりの態度にブチギレた私は当然のようにこのメモを無視して薄味の食事を出し続けた。義母も夫もそれでいいと言ってくれたし、二人とも食事に文句があれば家を出て行きたくなってあいつの社会復帰も早まるかもと考えたようで、私を咎める人はいない。しかし待遇が変わらないことに不満を持ったちえりはついに部屋から出てきてブチギレた。あんたと違って私はこの家の娘なんだから、言うこと聞きなさいよ。と。これには義母も夫も激怒し、いい加減出て行けと勧告したが、ちえりはそれに応じず。この件で夫たちが私の味方をしたことをきっかけに、ちえりが私を敵視するようになったのは言うまでもない。そんなある日、義母が脳梗塞で倒れ、とうとう寝たきりになってしまった。会話もほとんどままならず、ずっとぼんやりしているような状態だ。今までは義母も全く歩けないわけではなかったので、義母を一人置いて買い物に行くくらいはできていた。あるいは一緒に連れて行くことも。しかし今後は24時間つきっきりで見守るくらいのことが必要になってくる。トイレにも行けないのでおむつ生活だ。私と夫だけで面倒を見るのは厳しいだろう。そこで私たち夫婦は早くも引きこもって8年ほど経っていたちえりにダメ元で相談した。介護を手伝ってほしいと。ところが、は？私、この家の人間に嫌われてるのに、なんでそんなことしなくちゃいけないの？そんな面倒なこと、みんなに愛されてるお姉さんがすればいいでしょ？と嫌味っぽくニヤニヤ笑いながら断られてしまった。もとより断られる覚悟はしていたけれど、ここまで取り付く島がないとは。別に夫も義母もちえりを嫌っていたわけではない。単にこれまでのちえりの行いが正しくないから、この数年間幾度となく注意を繰り返し、社会復帰しろと訴えかけてきただけだ。しかし、ちえりにはそんなことがわかるわけもなく。ほんと私かわいそう。誰にも愛されないし、実家なのに出て行けなんて言われるし。失恋した人間に寄ってたかってさ、なんなの？長男様ってそんな偉いの？とまあ、自分勝手な言い分ばかりをさも自分が正しいと言わんばかりに語り始めた。失恋って言ったってもう8年も前の話だ。一度の失恋を一生ネタにされてはたまったもんじゃない。が、どうあっても義妹の中では自分が一番かわいそうなのだろう。話にならない。義母のことで頭がいっぱいになり、今後をどうしたらいいか悩んでいた私は思わず本音をぶつけてしまった。あなたはいつも家でゴロゴロゲームしてるだけじゃない。家事もしなければ生活費も納めてないんだから、
家庭のピンチの時くらい協力してくれてもいいでしょ？ここはあなたの家でもあるのよ。と、すると、知らない、わかんない。うるさい！と、ちえりが癇癪を起こし始めた。なんなの？いつも寄ってたかってさ。そんなに私が悪いの？どいつもこいつも大人なんだからちゃんとしろって。うるさいのよ。私はそんなことを言っていない。おそらく失恋で辞めた職場でも同じように言われてきたのだろう。結婚してる人を好きになっちゃいけないわけ？全部私が悪いの？奥さんがあんなぽっちゃり系なんだもん。私が入る余地くらいあると思うじゃない。ああ、もう、本当に嫌。あんたも、あいつも、あの男も、この家も。どうなったって知るもんか。私は好きに生きるんだから。そう言って、ちえりは再び自室に引きこもった。あんな風に話し合いさえまともにできないレベルだとは思っていなかったので、引いてしまったというか、正直唖然とした。夫も、昔より思い込みというか、癇癪がひどくなってるわ。とつぶやく。結局、家のことも介護もすべて私が引き受けることになってしまった。最初は夫も職場に行って早く帰宅させてもらったり、休みを取らせてもらうなどしていたのだが、男性が介護で休むと言うと、上司から奥さんがいるのに何を言ってるんだ、任せればいいだろ、と嫌味を言われてしまうのだ。というか、そもそも家庭のことは嫁がやるものという古い思想の人が多く、夫の申し出に、仕事をサボりたいからそんなことを言っているのか、と疑われることも多かった。夫が仕事をクビになっても困るので、私は買い物だけ夫に頼むことにして、義母につきっきりとなり、介護に明け暮れた。それから数年が経ったある日、突然夫が出張先でくも膜下出血を起こして倒れ、そのまま他界した。いつものように行ってらっしゃいと見送った夫が、もう玄関のドアを開けることもなく、この世にもいないだなんて信じられない。だって、今朝まで元気に笑っていたじゃないか。正直、自分が葬儀までの時間をどう過ごしたかはあまり覚えていない。身内だけの家族葬にしてよかったと思う。夫の会社の人の前で気丈に振る舞う余裕なんて、この時の私にはなかったから。さすがにこの日は寝たきりの義母も車椅子で参列し、参加しないのではないかと危惧したちえりもきちんと葬儀に来てくれた。夫の最後にちゃんと全員が立ち会えてよかったと思う。火葬後、義母の妹である悦子さんが、精進落とし代わりにちょっとお食事にでも行こうか。家に帰って食事の準備なんてする気にならないでしょ。と提案してくれた。ありがたい申し出だ。正直食欲なんてちっともないけれど、家に帰れば義母と義妹の分を作らざるを得ない。お店で何かを食べる方が私も気が楽だった。ところが、は？何言ってるの、悦子おばちゃん。突如怒り出すちえりに、悦子さんがきょとんとする。どうしたの、ちえりちゃん。ちえりは答えず私の方を睨んでこう言った。いい？今日からあんたは他人。ゴミババア連れて出て行け。食事会にも来るな。ちえりは、もうお兄ちゃんもいないんだから、あんたがこのままあの家にいられると思うな。やっと目障りな女と母親が消えると満足げに言い放った。正直なところ、今日はもう反論する気力もない。はい。そう言って私は義母の車椅子をぎゅっと握って、そのまま共に消えようとしたその時だった。いい加減にしなさい。と、悦子さんが声を荒げた。あんたが東京から戻ってきた時に、
姉さんから全部聞いてたよ。家のこともせず、生活費も入れず、和江ちゃんにずっと迷惑かけてるって。悦子さんの言葉に千恵里は、向こうが勝手に世話焼いただけなんだから、そんな風に私だけ悪者にしないでよ。と反論した。そういう文句は自分がきちんと働き出して、実家を出てからいいな。聞けば部屋で毎日ゲームしてるだけって言うじゃないか。それは、言い返そうとして、反論の言葉も浮かばない千恵里は、そのまま黙ってしまった。私は和江ちゃんに感謝してるよ。本当は私が姉さんを引き取るべきだったけど、一人暮らしだったからどうしても厳しくてね。でも和江ちゃんたち夫婦は嫌なこと一つ言わずに引き受けて、立派に姉さんを世話してくれた。感謝してもしきれないよ。そんな。私は悦子さんの優しい言葉から、これまでの苦労を思い出して涙が滲んだ。何を言われたって、あそこは私の実家だし。母さんはともかく、和江さんは他人じゃない。私は間違ったこと言ってないわ。千恵里の言葉に、悦子さんは、本当に可愛げのない子だね。とでも言いたそうに口元を歪ませる。しかし、千恵里の実家であることは事実なので言い返せないようだ。実家だけど、あの家は千恵里ちゃんのものではないですよ。え？悦子さんと義妹が驚いたように私を見た。あの家の名義は私たちが同居を決めた時に私の名義に変更されてます。はぁ？なんでお兄ちゃんですらなくてあんたに？今後は私たち夫婦がここに住み続けるだろうと思われてたし、何かがあった時に役所や銀行に行くのは私の役目だったから、旦那が家だけじゃなくいろんなものの名義を私の名前に変えたのよ。その方が委任状とかが必要になることもないし、何かとスムーズだろうって。お母さんの提案で家の名義だけじゃなく、銀行口座のお金も私の口座に移してあるわ。介護費用などに使うよう言われたから、もう使い終わっちゃってるけど。私の言葉に、千恵里は口をあんぐりさせていた。ってことは、つまり、と悦子さんが言う。ええ、私の家に居座っているのは千恵里ちゃんの方ですね。だから私には千恵里ちゃんに出て行けという権利がありますが、千恵里ちゃんが私にそれを言う権利はありません。なんだい、千恵里ちゃん。自分が和江ちゃんを追い出そうとして、自分が窮地に立ってるじゃないか。こりゃ千恵里ちゃんと姉さんに一本取られたね。悦子さんが、それは楽しそうにケラケラ笑うのと対照的に、千恵里は真っ青な顔でその場に立ち尽くしていた。私、義理とはいえ、和江さんの妹よ。今のはほら、ちょっと冗談言っただけだし、家に置いてくれるよね。さあ、どうでしょう。千恵里の問いかけに、私はいたずらっぽく微笑んでみせた。ちょっと、頼むよ、謝るから。わかるでしょ？仕事辞めて10年以上経つんだよ。もう再就職も厳しいの。今家へ追い出されたら私。それは自業自得でしょ？私の知ったこっちゃありませんよ。ひどいじゃない、家族なのに。千恵里ちゃんが言ったんでしょ？今日から他人って。どうして他人と同居しなきゃいけないのかしら。ツンとした態度で私が言い返すと千恵里は黙った。自分が言った言葉がすべてブーメランのように返ってきてしまったので、対処の仕方も思い浮かばないのだろう。悦子さんも、いい機会じゃないか。あの家を出て行って社会復帰しな。と追い打ちをかけた。そういえば、我が家の合鍵は私と夫しか持っていない。千恵里は外出をしないし、義母が外出するときは
私が一緒だからだ。ちえりちゃん、鍵持ってないわよね。きょとんとするちえりを横目に、私は悦子さんにこう言った。すいません。お食事は今度でもいいですか？私が何をするのか分かったのだろう。悦子さんはもちろんだよと答える。即座に私はちょうど前を通った介護用タクシーを止め、それに乗り込んだ。義妹も一緒に乗ろうとしてわめいたが、悦子さんがそれを抑える。じゃあ、ちえりちゃん、またいつか機会があれば、どこかで会いましょう。引っ越したら教えてね。荷物は送るから。おい、ふざけんな！置いていくな！おい！ちえりが怒りの絶叫を上げる中、私は義母と共に帰宅の途に着いたのだった。5時間後、ちえりは全部謝るから家に置いてくれと鼻水を垂らして泣きながら頭を下げていた。なんかずっと玄関先でギャーギャー言ってるなとは思っていたのだが、近所に人がいないのをいいことに、ちょっとくらい騒がしくてもいいだろうと放置していたら、深夜近くになっていたので、さすがに相手してやった。まあ荷物を送るのも面倒だし、よく考えると無職で友達のいない義妹をここで追い出して、住処もないまま何か犯罪を起こされても困る。考えた私は条件を突きつけた。何が何でも2週間以内に就職先を決めること。社員寮に入り、ここを出ていくこと。その条件を飲むなら仕事が見つかるまでの間はこの家にいていい、と。最初は無理だなんだとのたまったちえりだったが、襟好みしなければ仕事はあるんだから、無理だと言うなら家にも置かないと私が強気に出ると諦めてしぶしぶ首を縦に振った。結局2週間ギリギリで車の部品メーカーの工場に仕事が決まり、条件通りちえりはその会社の社員寮に移り住んだ。ただ急いで内定をくれるような会社の待遇というのは正直ピンキリだ。ブラックなところも多い。ちえりの会社はそのブラックに当たったようで、求人には土日祝休みと書いてあったのに、研修と称して土日も仕事をさせられていた。一応自由参加を謳っているらしいが、ほぼ強制で断れないらしい。まあ長年働いてない分を取り戻すといえばありっちゃありかも、なんてね。ちなみに研修なので、賃金は通常以下。ひどい時は1円ももらえないそうで、労働基準監督署に言えば一発で消え去りそうな職場だから、義妹が再び無職となり、社員寮を出る日も近いかもしれない。もし泣きついてきたら、他人なので私は知りませんって言ってやろうと思う。一方、私の方は、その後、義母が他界し、悦子さんのことも見送った。もともと家だけでなく、銀行のお金も、生命保険の受取人も、私名義に変わっていたので、この家に遺産の類は全くない。おかげで、ちえりとも揉めずに済んだ。急に一人になって寂しく感じるようになったので、老後の趣味を見つけようと、シニアクラブに入ってみた。賑やかな時間が欲しかったので、カラオケサークルに入ったのだが、これが大当たり。私と同じような境遇の人も多く、話も合うし、何より楽しい。半年に一度ほど、気の合うメンバーで近くの温泉に行って、羽を伸ばすこともある。先日はみんなで夏祭りにも行って、なんだか若返ったような気持ちだ。一時は私の人生は介護で終わるのかな、なんて悲しい想像をしたこともあったけれど、何歳になっても自分が諦めなければ楽しみは見つかるんだなぁと思う。実現するかはわからないが、同じ境遇の親しいメンバー同士でシェアハウスをしようかという話もあるのだ。年を取ってきたら
一人で暮らすのは不安だしね。まだまだ人生楽しむぞ。